そういえばお嬢様。なんじゃななの。やっぱり孫作さんにぶつけるとなると、曹操さんですかね。他にあやつをケチョンケチョンにできるような勢力などいるとも思えんのじゃ。じゃからわらわも北に向かっておるわけじゃしの。曹操さんがおとなしく利用されてくれますかね。董卓討伐の時にちょっと見ましたけど、ものすごい切れ者っぽかったじゃないですか。そのくらい考えておるわ。そうなんですか？あの宦官の子には足りぬものが一つある。わかるかな？足りないもの。どこを見ておるのじゃ、ナナの。胸？そんなものなくとも国などいくらでも治められるわ、バカ者。そうですね。ナナのもちゃんとおっぱいがあるからって調子に乗りよって、そんなに見るでない。はいはい。じゃあ曹操さんに足りないものって何なんですか、お嬢様。あの宦官の子にはわらわのような名門の血は流れておらぬ。いや、曹操さんも宦官じゃ結構名門だった気が。所詮は宦官であろ。我が円家の加盟には勝てんのじゃ。ゆえにあやつは加盟を欲しておるはず。そこにわらわのような名門の者がやってくればどうなると思う？別に変わらない予感が。何か言ったかの？いいえ、なんでも。ってことは、そこを足がかりにして曹操さんの軍に入り込むわけですか？その通りじゃ。入り込みさえすればこっちのものじゃ。あのくるっくる小娘の軍くらいいくらでも乗っ取ってくれるわ。おう、そうなったら口八丁手八丁で言いたい放題のお嬢様に怖いものなんかありませんね。もちろんじゃ。で、今はどこなのじゃ？もう曹操の城の近くに着いたかえ？今は確か紀州ですよ。紀州じゃと？もう曹操の領を通り過ぎておるではないか。あれ、そうでしたっけ？それに紀州といえば、いやじゃ、すぐに引き返すのじゃ。そういえば紀州って。言うでない。袁紹さんの。言うなー。お嬢様？ガタガタブルブルブル、ガタガタブルブルブル。お嬢様が袁紹さん苦手なのは知ってますけど、そんなに嫌がるほど嫌いでしたっけ？董卓討伐の時は普通に話してたじゃありませんか。あの時とは違うであろう。あのくるくる女にわらわの今の姿を見られるなど屈辱の極み。絶対に見られとうないのじゃ。別に同じ国にいるからってそんなすぐに見つかるわけないじゃないですか。心配しすぎですよ、お嬢様。ナナノは知らんからそんなことが言えるのじゃ。あやつはわらわが一番不快になる時を狙ってわらわの前に現れる
なんですか？単にお嬢様の被害妄想が激しいだけじゃないですか？被害妄想などであるものか。例えばの、わらわの大好きなおかずを横取りしたり、転んだところを見られたり、弓を放つ瞬間に声をかけてきたり、陸泊で良い手を思いついた瞬間に声をかけてくるのじゃぞ。それってまるっきりお嬢様の非が。それがあやつはいつもなのじゃ。とても偶然とは思えぬ。それに会うたびに屈辱。まだ何かあるんですか？口にしたくもないわ。じゃからすぐに引き返して曹操の国に向かうぞ。よいな、ナナノ。はーい。それならお金はまだ余裕ありますし、さっさと戻りましょう。ではまずは腹ごしらえじゃ。ナナノ、支度せい。はい？ナナノ、ほら昼げの支度をせぬか。ですね。なんというか言いにくいんですが。なんじゃ、はよ言うがよいぞ。ご飯ないんですよね。だって次の町はすぐ近くですし、重い荷物持つの嫌だったんですもん。町に着いた時に次の町までの分を買えばいいかなーって。ならあそこに飛んでいる鳥で構わぬ。見事落としてみせよ。弓もないのに無理ですよ。そもそもあんな高いところ飛んでる鳥に届くわけないじゃないですか。昼げはどうなるのじゃ。町あと半刻もかからないですよ。嫌じゃ、町には寄りとうない。だったらお嬢様は町の外で待っててくださいよ。私がその間にパパーッと買い物を済ませてきますから。その間にわらわがあやつにさらわれたらどうするつもりなのじゃ。いや、さすがにそんなことはありませんよ。買い物を済ませたら私もすぐに帰ってきますし。嫌じゃ、ナナノはあやつの真の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるのじゃ。はあ、わらわが一人になった瞬間、あやつの高笑いがやってきて。お嬢様？カタカタプルプル、カタカタプルプル。炎章さん。なんか手振ってますよ。もうかわいいな。カタカタプルプル、カタカタプルプル。ほらお嬢様、行っちゃいましたよ。本当かい？本当に行ってしまったかの？はい、もう見えませんよ。まさか引き返してきませんよの？重症だな。じゃあお嬢様、私にいい考えがあるんですけど、どうします？ナナノは一緒にいてくれるのかい？わらわを一人にしたらダメなのじゃぞ。もちろんですよ、お嬢様。ならナナノの言う通りにするのじゃ。あやつの魔の手からわらわを守ってたも。はい。ナナノ、本当にあやつはおらんかの？その辺に転がっていたりせんかの？
大丈夫ですよ。そんな怖がらなくたって大丈夫ですってば。それに町だってこんなに人通りが多いんですよ。もしかしたら遠征に行ってるかもしれませんし、こんな田舎のしょぼい町で顔を合わせる可能性なんて、さっきの鳥を小石で落とすくらいのものですよ。そんなものかの。そうですよ。ほら、いつものお嬢様に戻ってくださいよ。あの無謀と勇気を履き違えて勘違いのまま突っ走ってくれるお嬢様に。そうじゃな。ほら、着きましたよ。お嬢様が炎章さんに見つからないようにするための秘策です。おお、さすがななの。頼りになるの。はい、お任せください。すいません。ちょっと服を見せてもらっていいですか？じゃあ奥に行きますよ、お嬢様。ナナのその秘策とやら楽しみにしておるぞ。ほら、これなんかすごくかわいい。ああ、もうお嬢様、このまま黙ってお持ち帰りしちゃいたいくらいです。そうであろう。わらわほどの魅力があれば、どんな貧相な服を着てもその魅力は余すことなく発揮できてしまうのじゃの。今度はこっちとか合わせてみてくださいよ。きゃー、こっちも似合いすぎですよ。いつもの服も良いが、違う色を合わせてみるというのも悪くないの。でしょ？じゃあ今度はこっちお願いします。わらわに任せておけば万事抜かりないのじゃ。この飾り布はこちらにつければよいのかの？はい。きゃー、この格好も素敵すぎますよ、お嬢様。もう我慢できないから押し倒しちゃってもいいですか？やつめ、褒めて使わすぞ。ありがとうございます。じゃが、これでこの店の服はあらかた着尽くしたかの？そうみたいですね。そういえば、なんでわらわたちはこんなことをしておったのじゃ？なんででしたっけ？まあ、お嬢様可愛いから別にどうでもいいじゃないですか。それもそうじゃな。ならば、次に行くぞ！次！はい？秘策？あ、そうだ。思い出しました、お嬢様。お嬢様が炎章さんに見つからないようにする秘策ですよ。炎症じゃと？ああ。カタカタプルプルカタカタプルプル。ほら、それはもういいですから。しっかりしてくださいよ、お嬢様。なんか後頭部に手刀が入ったような気がしたが。気のせいですよ、きっと。そっか、気のせいか。そうですよ。で、秘策なんですけど。
ナナのその秘策とやら、一体どうするのじゃ？もちろん準備万端ですよ。ほらお嬢様、こちらの服をお召しになってくださいませ。なんじゃ、着替えるだけで良いのか。はい。あと店員さん、今から指示する道具揃えてもらっていいですか？では着替えてくるからな。はーい。何ですか？それが何からしいですね。この町ももう魏の領土なんですよね。まあ一応は。それはそれでそっちのが面白いですし。で、これをこんな感じにして、と、できました、お嬢様。よろしかったら、姿見をどうぞ。ほら、これでどこからどう見ても、お嬢様だとバレませんよ。もうかわいいな。お嬢様ったら何着ても似合うんですもん。もう私もどれが一番似合うか困っちゃいましたよ。ナナの何ですか？この髪はなんとかならなんだか？だってお嬢様の髪を切るのもったいないじゃないですか。こんなに長くて綺麗なのに。別に切らずとも編み込むとか結い上げるとか他にいろいろあるであろう。よりにもよってなんでこのくるくるなのじゃ。だからいいんじゃないですか。どうしてじゃ？炎章さんもまさかお嬢様がこのくるくるをするなんて思ってないでしょうし、そうやって相手の気をつくのが一番有効なんですよ。おお、なるほど。言われてみれば確かにそうじゃ。戦術の基本中の基本じゃな。その通りです。そう考えれば確かにナナノの考えは理にかのうておる。さすがナナノ、あっぱれじゃ。褒めて使わすぞ。ありがとうございます、お嬢様。それでは一気にこんなしょぼくれた国は抜けてしまおうぞ。ナナノ、ついてまいれ。はーい。話と違うではないか。あやつに出会う可能性など飛ぶ鳥居を食いして落とすくらいのものではなかったのか。そもそも鳥居は飛びませんよ。あらら、こんなところでどうしたんですの、みゆさん。しかもバレておるではないか。今日つくのが一番有効ではなかったのか。あれ？おかしいですね。みゆさん、どうかなさいまして？いえ、
お久しぶりです、レイハ姉様。反東卓連合以来かしら。元気そうで何よりですわ。お姉様もご壮健なようで何よりですわ。まあ立ち話もなんですわ。よかったら一緒にお茶でもしませんこと？はい、お城でですか？レイハ姉様？いえ、見ればそちらも長君さんしか連れていないお忍びの様子。そこまでことを大きくすることもないのではなくて。確かにそうですわね。実は私もお忍びでこちらに来ていましたので、お城に正式に招待されては困るところでしたわ。ならどこか人気の少ないお店にでも入りましょう。そうですわね。なるべく誰にも見つからないような。ジョー君さん、実はその件はお嬢様知りませんので。そうなんですか？なんだ、うちと同じかよ。お互い大変ですね。そうですか？あれがいいんじゃないですか。お前、変な趣味してるな。なんだかんだで炎章様の側近をしてるあなた方に言われたくないですよ。こら、ナナノ、何をしておるのじゃ。さっさと来んか。はい、お嬢様。イーシャとトシも何をしていますの？早く店へ案内なさい。やれやれ。わかりました。この辺りが良さそうですわね。そうしましょう、レイハ姉様。どうするんですか、お嬢様。どうするも何も、適当に話を合わせるか、向こうを怒らせて城に帰らせるしかあるまい。ともかく、わらわが何とかするゆえ、お主はわらわにうまく合わせるのじゃぞ。あとお嬢様。なんじゃ。こんなこともあろうかと、秘密道具をいくつか用意しておいたんですけど、使いますか？おお、さすがナナの頼りになるの。へへ、ありがとうございます。これです。おお、必死の実まであるではないか。これ、踏んづけると痛いんですよね。まったくじゃ。そんなわけで、レイハ姉様、この辺りの席などいかがですか？あらみゆさん、気が利きますわね。はい、姉様、私の隣にどうぞ。あらあら、今日はずいぶんと。久しぶりにお会いできたんですもの。隣に座ってお話ししたいというのは当たり前のことですが。そうならみゆさん、お立ちなさい。はい。私はその席に座らせていただくわ。
ちょうど4人掛けの席ですし。いいし、私の隣にいらっしゃい。ああ、そりゃいいっすけど。レイハ姉それからみゆさんはこちらに。レイハ姉様。何ですの？これは一体。だって久しぶりに会えて嬉しいのでしょ？ならもっと近くにいてほしいというのも素直な気持ちではなくて？それはまあ。何かおっしゃいまして？何も。ジョー君さん、トシ、あなたたちも早くいらっしゃい。私は適当に注文をしてから行きますね。ナナのお主。ジョー君さん、それなら私が。いいですよ。お二人は先に席についていてください。そうですか？本人がいいって言ってるんだからいいんじゃないの？先に座って待ってよ。ちょっと、文ちゃん。痛い。トシ、なんかお尻が刺された。トシのじゃないものに刺されてる。わけわかんないこと言わないでよ。あ、本当に何か刺さってるよ。これ、騎士の実？あー、痛かった。なんでこんなもんが椅子の上に落ちてたんだ？お菓子の材料だからじゃないでしょうか。はい、騎士の実のお団子だそうです。へえ、そういえばそうだよな。ナナの、今度はこれを仕掛けてみるのじゃ。唐辛子味噌ですね。うわ、茶碗の飲み口にそんなたっぷり。そうですわ、みゆさん。あの時の戦で活躍していた孫なんとかという客商はお元気かしら？小憎たらしいほどにピンピンしておりますわ。レイハ姉様も隣国の曹操と緊張が高まっているとかで大変ですわね。あ、そうそうなんて小物、私の前ではまな板の上に乗っかったっておいのイノシシと同じですわ。レイハ様、手負いのイノシシじゃ本気になったら反撃されるんじゃ。なんだか喉が渇きましたわね。ついにこの時が来たのじゃ。あれ？みゆさん、どうかなさいまして？いいえ、レイハ姉様、そのお茶私の。ああ、つい間違えてしまいましたわ。私のはまだ口をつけていませんから、みゆさんはそちらをお飲みなさいな。どうしましたの？ほら、お飲みなさいな。ナナの、助けてたも。ほら、頑張ってお嬢様。早く飲まないと冷めてしまいますわよ。はは、
なんですのあの子ったら。そう。それにしてもみゆさん、ずいぶんと雰囲気が変わりましたわね。一応星の美でこちらに来ているもので、いつもの格好でいるといつ何者に狙われるやもしれませんし。そうですわね。護衛にチョウくんさんがいるとはいえ、用心するに越したことはありませんわね。でもどうしてレイハ姉様は私のことがすぐに分かったんですの？それは可愛いいとこですもの。少し服や髪型を変えたくらいで見間違うはずなんかありませんわ。どうしてこやつ、そういうどうでもよい感だけは鋭いのじゃろう。何か言いまして？いえ、別に。それにしても。何ですの？なんというかこう、気になって仕方のない髪型ですわね。ちょっと、レイハ姉様？ほら、こうすればどこまででも伸びそうというか。ちょっと、レイハ姉様。なんだかこれものすごく気分が良いのだけれど、一体どうしてなのかしら。どう見てもあの人そっくりいたからじゃないの？年。だよね。どうかしましたか？いえ。別に。この人の趣味なのかな？わかんないよ、そんなの。姉様、ちょっと、そんな、引っ張るのやめて。このままたっぷり引っ張ってくるくるが戻らないようにしてあげますわ。姉様、そんなに髪をしごいじゃ、ほら、こうやってくるくる回せば縄跳びだってできそうですわよ。トシ、いいシェ、ちょっと飛んでごらんなさい。そんな無茶言わないでくださいよ。お嬢嫌がってるじゃないですか。いい加減にしてあげたらどうです？もう仕方ないですわね。せっかくなのにしてもらったのに、ビラビラで元に戻らなくなってしまったのじゃ。ねえ、みゆさん。せっかくだから残りのくるくるも同じようにしちゃいけませんの？ちょっと、姉様、その、私が答える前に、このくるくるもゆるゆるにして元に戻らなくしてあげますわ。ほら、くるくる。今度はどうしてあげましょうか。
よーく見てごらんなさい。あの小生意気なクリクリがこんなにビロビロになってるところ。ごめんなのじゃ。なのにしてもらったのに、こんなにしごかれて、あそこ、元に戻らなくなってしまったのじゃ。ああ、みゆさん、そういえば。なんですの？今回はお会いしてまだやってませんでしたわね。まさか姉様、こんなところで。他にお客さんもいませんし、構わないでしょう。あらあら、前に確かめた時から全然変わってませんわね。髪は少し伸びたようですけれど。そんな、おっぱいちょっとは大きくなったって。いやそんな揉まないで。あら、揉まないとみゆさんのおっぱいがちゃんと大きくなっているか確かめられないじゃありませんの。そんなの確かめてもらわなくていいのじゃ。いいなんて、今日のみゆさんは随分と積極的ですわね。ならもっと大きくなるように心を込めて揉んであげますわ。そんなの頼んでない。ほらお腹を触らないで。この辺りから寄せてあげればもう少し大きくなるのではないかしら。なら左右から寄せてみようかしら。ねえチョウくんさん、そちらから見てどうかしら。あなたの主のおっぱいは少しは大きくなっている？お嬢様、もうすっごく可愛らしいですよ。それにしてもこの服もなんだか触っていてとても気分がスッとしますわ。どうしてかしら。どう見てもあの人の着てる服っぽいからじゃないの、トシ。だよね。どうかしましたか？いいえ。別に。っていうかあんた、レア様止めなくていいの？やめてってお願いしてやめてくれる方ではないでしょ。まあそうなんだけどさ。こうなっちゃうとね。なあお嬢様、すごくドキドキしちゃいます。この可愛さ、私の心の中にしっかり刻みつけておきますからね。
みゆさん、そうやって嫌がる割にはこの辺りとかちゃんと硬くなってますわね。お嬢様、そんなに服の上からでもわかるくらい乳首固くしてすごく気持ちいいんですね。お嬢様、あんなに可愛い顔して素敵ですよ。可愛すぎます。あらあら、私の太ももに何かヌルヌルしてるものが溢れてきているのですけれど、これは一体何かしら。どうやらじっくり確かめてみる必要がありそうですわね。お嬢様、お目覚めですか？ここはどこなのじゃ？宿ですよ。あれから大変だったんですから。そうじゃ、お主、なんであの時わらわを助けなんだのじゃ。そんなの無理ですってば。炎章さんは止めて聞く相手じゃないですし、あの二人も炎章さんはほったらかしだったじゃないですか。だからといって。それに、あの時のお嬢様、すっごく可愛かったですし、なんていうか、止めるのがもったいなかったっていうか。それは、まあわらわの可愛さなら、それもわからんではないかの。泊まる宿は全然違う宿を言っておきましたから、明日こっそり出ればもう見つからないと思いますよ。そうか。はい？喉が渇いたのじゃが。そう言うと思ってました。はい、どうぞ。蜂蜜が入ったお茶？はい。良いのか？夜は蜂蜜はダメなのじゃろ？今日は特別ですよ。蜂蜜入りのお茶は美味しいのじゃ。でも、おかわりはダメですからね。それから何ですか？
を守備よくわらわの配下に置いた暁には、孫作だけでなく、霊波もコテンパンにやっつけさせることに決めたからの。そして、今日受けた屈辱を10倍、いや、100倍にして返してやるのじゃ。はい、その意気ですよ、お嬢様。ついでに炎章さんに同じことをしてみたらどうですか？それも良いの。霊波のくるっくるを引っ張って戻らないようにしてやるのじゃ。頑張りましょうね、お嬢様。